俺はケンジ、働き詰めの29歳。最近よく息が切れるし、30を目前に控えていたので、一度 CT 検査を受けに来た。しかしそこで影が映っていますね。これは肺がんの可能性が極めて高いです。タバコ吸ってないのに。タバコを吸っていなくても肺がんの人は増えているんですよ。肺がんは最も死亡率の高いがんだ。今まで死をここまではっきりイメージしたことはなかった。親になんて言おう。仕事は彼女には。頭の中がチリジリになって考えがまとまらず、先生の話も入ってこなかった。その後どう家に帰ったのかあまり覚えていない。ただ一つ言えるのは、まだ生きたいってこと。がんは大きく分けて悪性と良性の2つがある。良性は他の部分へ転移せず、増殖も穏やかなので、そこを切除すれば問題ない。問題は悪性。こいつは体の栄養を独り占めして異常な速さで増殖していき、脳や肝臓、鎖骨などあらゆる体の部位へと転移していく。さらには毒を出すので、全身が衰弱し、やがて死に至る。マトリックスでいうとエージェント・スミスみたいなやつだ。がんには進行具合を表すステージがあります。ステージ？はい。0から4まであって、ステージが上がるごとに治療が難しくなります。ステージ0と1はがんが細胞内にとどまっている状態で、5年後に生きている確率はおよそ 80%。 ステージ2はがん細胞が肺からリンパ節へ少し転移した可能性がある状態です。ステージ3はがん細胞がリンパ節に転移している状態で、ステージ4ではがんが肺以外の臓器に転移している状態で、5年後に生きている確率は 4.8% になります。 4.8？ 先生、僕は悪性なんですか？ステージは何なんですか？それを確かめるためにもペットを受けてください。ペットはブドウ糖をつけた少量の検査薬を注射して体内を撮影する検査のこと。先ほども言ったように、悪性のがんは栄養を独り占めするので、体に入ったブドウ糖はがんのあるところに集中する。それを見て進行具合や転移の場所を確認することができる。ケンジさんのがんは悪性ですが、ステージ1の可能性が高いですね。肺がんは症状が出にくいので、早い時期に発見するのが難しいんですよ。正直言うと、見つかった時にはもう手遅れのパターンが多いんです。なるほど。それでは手術をして肺の一部と念のためリンパ節を切除しましょう。やっぱり抗がん剤だけでは難しいですか？抗がん剤治療も放射線治療もがんを完治させるというよりは、少しの間抑え込んだり、がん細胞を小さくするために使われることが多いです。がんになったらその場所は切除するのが最も効果的な治療法なんですよ。もし他の場所に転移してしまったり、肺全体に広がってしまえば、もう手術はできません。なるほど。手術は一瞬で終わった。ケンジさん、無事に手術が終わりました。はい、ありがとうございます。今後の治療なのですが、抗がん剤治療をお勧めします。抗がん剤？切除したんじゃないんですか？はい、その通りなんですが、がん細胞がまだどこかに潜んでいる可能性があるので、抗がん剤で再発率を下げるんです。くそ、エージェント・スミス。その後、検査して1ヶ月後に抗がん剤治療を受けた。抗がん剤治療は飲み薬と点滴のどちらかで行う。初日は何の変化もなかったけど、2日目顔が赤くなり、胃が痛くなった。3日目から6日目は手足がしびれ、吐き気と下痢と腹痛で何もできなかった。10日目になると徐々に食べても吐かないようになり、12日目には徐々に体調が戻ってきた。髪抜けてんじゃん。抗がん剤は肺のがんだけではなく、体全体に向けて行われる。その時に健康な細胞も攻撃するため、発毛細胞も死んでしまう。だから髪が抜ける。ビルの一角に隠れたエージェント・スミスを倒すために街に爆弾を落とすようなイメージだ。俺の体、ごめんな。もう少し耐えてくれ。そんな抗がん剤治療を5クール繰り返して吐きながらなんとか乗り切った。あの後毎年 MRI や CT 検査を行ったが、がんの再発は見られなかった。健康って本当に大切だな。普通に仕事して、普通に友達と笑って、そういうのが普通に続いていくと思っていた。でも想像もしていなかったところで人生が終わる時が来る。パパ、まだ？ああ、行くよ。ママは？もう車に乗ってる。行こっか。もう遅いって。開園10時なんだからね。ごめん。スティーブ・ジョブズは言った。もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やることは本当にやりたいことだろうかと。今日の授業は終わり。また来てね。